さて今回はこれの収録ですね。大したものないですけど、一番大きなメインシャーシ、面白いことに気がついたんですけれど、パーツナンバーを調べてると、なんとその R3 Pro と T3M のナンバーが一緒なんです。ということはこれも同じということになるんですよね。これですね。これ T3M、 アームが全然違うわけですよね。こっちは樹脂、こっちはカーボン。こっちで使ってない穴をこっちで使ってる。この真ん中を使ってる。だからこの3点いるわけですよね。だから2つを共用するために余分な穴をいっぱい開けてるわけですよね。そうするともう見るからに弱そうですね。ということをいろいろ考えてると、自分で作った方が早いんじゃないかなと。自分なりの型を作っとけば T3 も使えるんで。ということでメインシャーシの製作から始めることにしました。これをベースにね、これT3M 用のアルミシャーシですけど、そうすると1枚シャーシを作れば全部に使えるってことね。そう、これ自分でやるんだったらアウトラインね、ちょっと変えてみようかなと。これの複製から始めます。裏板で型を作って、グラスですね、ABC ホビーのグラスです。私も昔からグラスはここのグラスを使ってるんですけど、これ1パイにですね、ラジコンには向いてます。ただこのグラスをシャーシに使ったのは結構私が最初じゃないかなと思う。昔タミヤの934がこの電動の始まりで、その当時いろんな車が出ててもみんなアルミシャーシで当たるともうすぐ歪んでしまって、でもっといいものがないかったら、たまたまその親戚がこんな材料あるよって言って端材をくれたんですよね。それがグラスだったんですよね。でそれをちょうどタミヤのシャーシをグラスに変えてレースをやった。わさみがまだ小学校ぐらいだったんですよね。で結構よく走ってレースも成績いいんで、そういうレースに出れた人たちから車を売ってほしいってことになって、それから自分の作った車を売り出したんですよね。タミヤカイっていうのは。でそれがね M78 っていう勝手に自分でつけて売り出したんですよね。正見正明の M に78っていうのは、1978年なんよね。そうしたら京都のボークスっていう木屋さんがあって、そこの目に留まって、うちで売り出さないかってことになってね。でそこがスポンサーになってくれるっていうんでオリジナルを作ってくれ。でそれでね01っていう車を作って発売したんですよね。でそこの社長がいわゆる塗装がうまいんで、全部ボディを塗装して発売したんですよね。向こうはそういう雑誌に広告したりで全国レベルだったんですごい売れたんですよね。その時にはもうほとんどオリジナルでね、トイルとかモーターマウントとかも全部作って、もう完全なるもう一応メーカーの車みたいになったわけよね。だから当然シャーシは全部私が手で切ったんで、その当時からそういうグラスの反発力っていうか、あれを利用してシャーシ作ったんですよね。だから1ミリなんでよく割ってくれるまさみと弟の三見ね、この2人がいつも練習とかレースやるんですけれど、とにかく私のポリシーとして、子供には怒ったらいけないということで、やっぱり怒ると萎縮してしまうんで、だから絶対怒らないと。それから車を壊しても怒らない。でもシャーシを1日に5枚ぐらい売ってくれるんですよね。さすがにもちろん故意でやるわけじゃないんで、それを荷台で接触してシャーシ割れたと。みんなヘラヘラ笑ってるの。だから2人でシャーシ寄りと競争してるんだよね。僕何枚寄ったとかって言ってね、そんなことやってて、それだけもうシャーシ毎日売るものと自分らでやるものと着てたっていう覚えがありますね。外だけだけど1日に30枚ぐらいは着れたね。それでねもうちょっと続きがあるんだけど、T のシャーシだとその後にね、今度は24分の1作ってね、これもこの ABC さんが ABC さんのパーツを使ってたんですね。昔の20分の1の。でそれで車を作ったら24分の1小さなプラモデルが乗るサイズで、そしたらそれがホビーショーに出したらバカみたいに注文が来て、で型を作ってる間がなくて、でとりあえず社長から1000台だけ広坂君出てきてくれんかって、でしょうがないんで
とりあえずもう注文収めないといけない、とりあえず最初の仙台だけはって言いましたからね。まあそういうことでシャシ切るのは別に苦じゃないんです。あ、それが言いたかったのね。そう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 。私がこう今気に入らないのはここね。だからちょっとこれ幅広くしたい。足とのここが一番シャーシがするとこなんで、ここをネジまで来てしまうのね、すぐに。だからもう少しここは幅があった方がいい。さて問題はこれの穴を正確に開けないといけないです。でこれは全部左右対称なので真ん中以外は全部片側だけで。あ、そうか、左右対称だから半分作ればいいってこと。そう、まずこのセンターね、センターはセンターライン上、これがずれると組めなくなるんで、今度はコンマ8ミリの穴を貫通させずに、このままドリルいってもいいんですけど、ドリルだとこの土台が柔らかいんでね、すぐにこう歪んでしまう可能性があるんで、ここは膨れてもほとんど影響がないんで、少し増えるだけでだいぶ強度が変わるんでね。それとここね、ここまでで切ってしまう。ここは残すね。こっち側を切ると今度はこの横のライン、このぐらい少し膨らませる。この部分だけちょっとこういうイメージ。そうするとシャーシここをするんでね、でここはもうすらなくなるんで、あとここね、ここもあえて細くする必要ないんで、こうすることによってシャーシの寿命がかなり伸びるんでね、このネジが削れてしまって取れなくなってしまうっていうことがあるんでね、今度はこれを穴を開けて切り取ります。これちょっと邪魔になるんで切ってしまいます。よいしょ。赤い線を残さないように切ります。というのはこう引いた時は外側を引いてるんでね、ちょっと大きめになってるんで、線の内側を切っていきます。なんかこの手の傷が気になって、ここトースターでやけどしたんで目立つよね。なんかマジック塗ってたわけやから。そうやな。茶色で。はい、一応型はできましたと。固定してアウトラインを使わない穴はあえて今回は開けません。これはいります。これがいらない。ちょっと見てますね。
内から当たるようにね